こんにちは。イラストレーターのネグです。YouTube 登録者10万人突破いたしました。ありがとうございます。はい。というわけで、本内容は先日公開しましたコロソのイラスト講座と少し被っているんですけれども、コロソさん、しっかり宣伝するんで許してください。で、本日はですね、イラストの解説ではなく、絵の上達の早い人の特徴と、それがどう上達につながるかについてお話をさせていただきます。結論から申し上げますと、絵の上達の早い人の特徴、それはどんな人かというと、人の絵に影響されやすい人です。人の絵に影響されるということは、影響されるような好きな絵柄が明確にあるということです。最近では僭越ながら Pixiv ファンボックスの Discord でイラストの添削をさせていただいております。そこでですね、募集したイラストを見ても、上達が早い人というのは目標とする画風を持っている傾向があります。私の成長記録の動画でもコメントをいただいた通りですね、初心者の頃からすでに目標としている作品やイラストレーターさんがいて、描きたいものが明確にありました。そしてそれらに常に影響され続けて上達をしていきました。そのような目標の絵柄があると上達につながるというのは、決してですね、精神論ではなく根拠があります。ではその根拠とは何なのかお話ししていきます。まず一つ目、自分に必要な勉強を明確にできるということです。まず絵を上達するには幅広い知識が必要になります。光や色、遠近法とか、透視図法ですね。解剖学とか人間のポーズや表情など上げていくとキリがありません。しかし、これらすべてをまんべんなく勉強していく必要があるかというと、実はそうではありません。自分の目標としている絵のスタイル次第で、必要な勉強内容に優先順位をつけることができます。改めて自分の憧れているイラストレーターさんの作品を思い浮かべてみてください。例えば、私が最初に影響されたのはドラゴンズクラウンというゲームやイラストレーターのモノクボ先生の作品になります。色使いや背景描写、塗りのタッチや暗い雰囲気などに憧れていました。なので、それを自分の絵でも再現するために、当時は光や空気遠近法、透視図法を学ぶために本を買って勉強していました。しかしですね、それらに比べてあまり勉強していない内容があります。例えば、キャラクターデザインや感情表現、ダイナミックなポーズ作りや丁寧な線画の描き方など、それらは私の描きたい絵には優先的に必要なものではないと判断していました。たまには普段描かないようなイラストも描いたりするんですけれども。すべてを勉強する必要がないと考えると精神的にも楽になります。実際、私の過去のイラストを見てみると、感情の描写が苦手でほとんどのイラストが無表情です。しかもほとんどのイラストで同じような服を着ていますよね。どんだけ服使い回してんねんって感じなんですけれども、明らかに、当時はそれらの勉強を後回しにしています。そして最近ようやく表情を勉強し始めたという感じですね。自分の理想を明確にして必要な勉強内容を取捨選択することで効率よく上達することができると思います。これが自分の好きな絵柄を持っていて影響されやすい人がなぜ上達が早いかという理由の一つ目です。では根拠二つ目です。技術を盗む機会が多い。これです。イラストを描くとき、上手い人のイラストを見て、それを参考に描くと新たな発見を見つけることができます。これはいろんなイラストレーターの方が進めている勉強法なので、実際に効果があると思います。
憧れのイラストレーターの作品は最高の参考資料になりますからね。単純に自分が憧れているイラストレーターがいると、そのような参考資料が必然的に多くなってきます。どんどん技術を盗んでいきましょう。それでは、どのように上手い人のイラストから技術を盗めばいいのでしょうか。コツとしては、全体を真似しようとするのではなく、一部分に焦点を絞って模倣してみることです。例えば、こちらのイラストです。上手い人のイラストから光の描写を参考にいたしました。左下の地面に反射した光をご覧ください。見よう見まねで地面にこのような光を当てるとなんかリアルな描写に見えるということに気づくことができました。これは実際には鏡面反射という現象なのですが、当時はまた原理は理解していませんでした。それでも新たな発見には違いありません。新しい描写ができて嬉しかった記憶があります。そして一度描写に挑戦すると今後のイラストでも活用できるようになります。1年後に描いたこのイラストでも地面に光を反射させていますね。ちなみにこの巨大ロボの頭の光も同様に見よう見まねで作りました。イラストを制作する際、上手い人たちの絵を観察しながら描くことの重要性が伝わると嬉しいです。しかも見よう見まねで描いても、後から原理を学んだ時にはより納得できると思います。また、コロソのイラスト講座の付録に私の勉強年表があるのですが、購入された方はそちらも参考になると思います。これが自分の好きな絵柄を持っていて影響されやすい人がなぜ上達が早いかという理由の2つ目でした。そして根拠3つ目、自分の絵柄に悩まなくていいです。これは上達に関係する話ではないのかもしれないのですが、一応まとめておきます。初心者の頃ほどありがちな悩みがあります。それは自分の絵柄についての悩みです。絵柄が定まらないとか、誰かに似すぎてしまうとかですね。実際私もそうでした。では、今の私の絵柄にどのように行き着いたと思いますか？私の今の絵柄はいろんな絵柄に影響されて模倣を繰り返した結果、それらが混ざり合ってできたものになります。実際に過去のイラストを見ていても、現実的な描写やアニメ的なデフォルメの強いイラストなど様々です。影響された絵柄が複数あるのが見て取れますよね。そして絵柄というものは紆余曲折を得て形成されるものです。なので初心者の頃に自分の絵柄について悲観的になる必要は全くないと思います。自分の好きな作品に存分に影響されるべきでしょう。以上が理想像を持っていて影響されやすい人がなぜ絵の上達が早いかという理由でした。いかがでしたでしょうか？なんとなくそのように思っていた人はたくさんいると思います。ですが、噛み砕いて言語化してみると、それがただの精神論ではないということがわかると思います。改めて自分の描きたい絵柄を明確にしてみてはいかがでしょうか。きっと上達につながると思います。というわけで、今回の動画は以上となります。それではご視聴ありがとうございました。